こんにちは、加藤です。今日も始まりました100人100作品高評会。だいぶ間が空いてしまいましたが、今日も張り切っていってみたいと思います。本日の出品者は栗原明美さん。作品はこちら。瓶と急須とニンニク。3点を卓上に置いた生物になります。お好みの辛さは5辛ということで早速行ってみましょう。どうぞ。家で一人で鉛筆デッサンをしています。指導は受けてません。毎日1時間ぐらい継続的に書かれてるんですね。加藤先生の動画が頼りです。年齢は72歳です。1年後の目標は自分の書いたデッサンを見ながら思い出に浸っているでしょう。お好みの辛さは5辛。ご意見。加藤先生の動画親切で助かっています。ありがとうございます。ということで、この作品は39センチ ×27 センチ。だいたい原寸くらいかなの大きさで、制作時間は6時間。暗いところ、明るいところ、そしてグレーゾーンの的確な判断ができたらいいなと思います。ありがとうございます。栗原さん72歳。毎日自分で1時間。早速見ていきましょう。まず作品パッと見た時の第一印象、すごいこの人は形がしっかり取れるなというプロポーション、もののモチーフの形なんですけれども、その姿、印象、プロポーションがスッと形が取れるタイプの人だなという印象を受けました。言ってみれば上手な人、すんなりとそのものらしさが出せる人、そんな印象を受けました。もともとその形の特徴を読み取る力が強い方なんじゃないかなと思います。人間って物を見てるようで実はちゃんと見てないんですよね。見てるつもりになっている、見ているはずって思っている。なのでこうやって絵を描くために観察をしてみると、実は自分が普段観察をしていなかったなということに気づくんですが、中には普段物を見るときに修正的に観察しているタイプの人っていうのがいるんですね。そういった絵描きの資質を持った生まれつき観察するタイプっていう人が中にはいまして、そういうタイプの人かなという気がしました。なので描いてて楽しいんじゃないでしょうか。物の形をなぞるのが、そのこと自体が楽しいんですよね。そういうタイプの人ってね。なのでこういった不思議な曲線を持った瓶、これはごま油の瓶かな。この肩の部分とかすごい不思議な曲線してますよね。こういった形とかを目でなぞって、なんて言うんでしょう、形をなぞって目で楽しむっていうことがなんか日常的にできている人なのかなと思います。で、なんでそんな印象を受けたのかっていうと、例えばこの急須なんですが、モチーフ写真とちょっと比較してみましょうね。こんな感じ。ほとんどこのフォルム、ちょっと下膨れの楕円形なんですが、このフォルムがほとんど合っている。これどういうことかっていうと、人間って先入観で見がち。こんな風になってるはずだっていう曲線を、自分の心地いい曲線を描きたがるもんなんですけれども、モチーフの形に正直に素直に、その目の前にあるものに自分を押し付けるんじゃなくて、その目の前にあるものから引き出しているというか、そのものを受け入れて描かれている曲線だなというのが、この急須の左右のね、このカーブを見たときに感じました。そんな風に、素描というか、基礎デッサンしていく上で、目の前にあるものをそのまんま受け取るっていうのが意外に難しいんですが、それさえできるようになると、見えるものを見えるように描くっていうのがすごく楽になってきます。つまり、自分がどうしてやろうとか、そういった意識を持つ必要がないんですよね。どうやったらうまく描けるかなじゃなくて、何が違うのかな、本当はもうちょっと横幅が広かったとか、下がもうちょっと膨らんでいたとかっていう違いに気づいて直していける、そういう受け取ったものに、素直に受け取って、自分の主観を交えずに、その通りになぞれる人、カーブの違いとかに気づいたら修正が素直にできるタイプの人は、どんどん形が、正確さが、精度が上がっていきます。で、日常的にそんな風に観察している方っていうのは、パッと見た時の印象が合いやすいんですよね。そんな風な理由で、上手い人だな。そして、もともと受け取る力が強い人だなという印象を受けました。はい、形に関してはそんなところで、では次に明暗見ていきましょうかね。実際は、これ、ごま油の中って結構色の濃い油が入っていて濃く見える、暗く見える。そしてこの急須なんですが、白い布に比べたら相当濃い、黒く見える。
で、ちょっと艶があって光ってるのかな。そんなものなんですけれども、デッサンとして見た場合には、もう一段階強い濃い色、白から黒までのグラデーションが3段階から6段階、10段階、人によって様々ですけれども、あると仮定した場合、マックスの黒、絵の中の一番暗い色、濃い色がどの程度まで黒を使うかっていうことなんですけど、これだと明るすぎます。白から黒まで、もし10段階あるとしたら、これはね、6とか7くらいのグレーなんですよね。で、モチーフの、今、もう一回出しますけど、モチーフのこの暗さ、濃さを考えると、この絵の中で一番濃く見えるところ、暗く見えるところが白黒の10っていう黒を使うとしたら、これまだね、6、7くらいのグレーまでしかできていない、色がついていないなっていう感じがします。なので、こういったところは、結構ね、柔らかめの鉛筆使ってるようなんですよ。4B 以上使ってると思うんですけれども、6B まで使ってるかな。もうちょっとね、筆圧を上げて、鉛筆を立てて使うようにして、紙の目を潰した、今ね、こう見るとね、結構紙の目が見えているんですよね。おそらく M 画用紙、私の推奨している M 画用紙に対して鉛筆を寝かせてずっと書いてきたと思うんですよ。で、こうやってずっと書き続けると、紙の目の凸凹の隙間のこの白い点々つぶつぶがいつまでも残るんですね。なので、中盤から仕上げに関して言えば、こういった 6B とかも鉛筆を立てて使います。こんな風に、文字を書くときみたいに。立てて、例えばこの中とか真っ黒。このつまみの右側とかほぼね、真っ黒に近い色なんですけど、紙の目が邪魔している。こういったところは、鉛筆を立ててこんな風に潰すように、見えてるかな、光ってないかな、こんな風に潰すように、もう完全に紙の目を潰すように塗っていきます。こういったところもそうです。この中真っ黒にしたいところは、文字を書く時のように鉛筆を持って中をしっかりと塗りつぶしていく。こんな風にマックスの黒、今マックスって言いましたけど、もうこれ以上出せないっていう 6B 最大の黒色、そういったのをこの絵の中にちゃんと入れられるように、黒色が黒色としてちゃんと絵の中に使えてますかっていう動画、私かつて上げたことあるんですけど、その動画一回ちょっと見てもらって、思い切った黒色をしっかりとのせる。そうすると、さっき私は1から10くらい段階があるとして、グラデーションのスケールですね。ここがマックスの黒、真っ黒です。この今 6B を使って文字を書くときのように鉛筆を立てて書いた真っ黒がここにあるとして、で 1は真っ白にしましょうか。紙の白で、ここがグラデーションになってるわけですけど、この作品ではね、この辺までしかね、暗い色がこの辺までの色しか使われてないような、こういうグラデーションで描かれた絵に見えるんですが、この先のこの3段階、これをこの絵の中に加えてあげましょう。そうすることによって絵にメリハリがもっとしっかりと出てきます。この3段階ですね。ここから先ですね。ここまでで仕事をしている絵に、ここから先の三調子を加えてあげることで、この色が使えると明るい色がより綺麗に見えてくるんですよ。そんなわけで、はい、こんな風なですね、暗い三調子をここに足してあげると、急須の色が今まだ明るい色の急須に見えるんですね。グレーのちょっと濃いかなっていうグレーの急須に見えるんですけれども、もっと色の濃いものっていう感じが伝わると思います。はい。で、この今言った紙の目のつぶつぶのことについて補足説明しておきます。おそらく、栗原さんは B3 画用紙、目のある紙を使っていると思うんですが、この感じだったら、私はね、A 画学紙、M 画用紙じゃなくて、A 画学紙。この辺画材屋さんによって呼び方ちょっと違うと思うんですけども、小学校の教材でよく使われるのが、この A 画学紙っていう少し紙の目が少なくてっていうか、凸凹が中目に対して細かいっていうのかな、少し凸凹が少ないんですね。M 画用紙がこのくらいの凸凹だとしたら、A 画学紙はこのくらいの
ピッチは、この単位はそんな変わらないんですけど、この凸凹の飛び出具合が少し滑らかな、そういう紙があるんですね。そして少し薄いで安いっていう映画学士があるので、それを試してみたらいかがでしょうか。M 画用紙は主にね、中学校の教材としてよく使われる画用紙で、結構凸凹が激しいんですね。大学入試でもよく使われます。それに対して小学校でよく使われる映画学士、凸凹の飛び出方が少し控えめで少し薄い安い、そういった紙がありますので、今後のデッサン M 画用紙使い切ったらでいいと思うんですが、映画学士試してみてください。そうするとツルツルした質感、滑らかなしっとりとした質感を描こうとした時に、紙の目がどうしても邪魔だなって感じてる場面結構あったと思うんですね。そういった時にもっと描きやすく、同じ仕事をしていてもイメージする絵に近づけられるというか、そういった仕上がりになると思うので、ぜひ試してみてください。次に鉛筆の使い方ですが、この白いキャップを描くときにちょっと硬めの鉛筆を立ててシャッシャッと描いてるのはわかるんですけれども、ガラスの中を描くときにも同じようにもう 1,2 段階硬めの鉛筆を使って、先端を使って輪郭なんかも、輪郭線を描けって意味じゃないんですけど、形の終わるところがシャープに、切り口が鋭く終わるように先を立てて描いてあげるようにするといいと思います。硬いものがちょっと柔らかく見えている理由は、紙の目の凸凹を拾いすぎてる描き方だからの気がします。少し目の大きさが凸凹が少ない紙を使ってみること、ちょっとだけ硬い鉛筆に持ち替えてみること、時には色の濃いものを描くときには 6B なんだけど鉛筆を立てて描いてみること、そういったところを意識してみてください。次に構図について見てみます。3つのモチーフをこんな風に、三角形のこういう構図になるように配置している。非常にバランスが取れた、卒のない構図でいいと思います。で、右側に影が伸びている。画面の左側と右側のこの空きのバランスも悪くないと思います。上下の空きも上結構ギリギリまで持ってきて、下少し余裕を持たせている。この辺もそのバランス感覚いいと思います。これまで何回かこういった卓上の静物、複数モチーフを乗せて描くっていうのを経験されている方だなと思いますが、いいでしょう。バランスいいと思います。で、こういったところですね、形と形がぶつかるところ、手前と奥とがこの形状の上で、形の上で重なって見えるようなところは距離感を出すのにポイントになる大事なところですので、そうですね、大事なところなので、どこを描くべきかっていうと、こういう手前奥の距離感、例えばこれ10センチくらい距離があるのかな、これがあってこれがあってこれがあるので、真上から見た時の瓶があって急須があって、その手前にニンニクがあるとすると、この距離が10センチ以上あるのかな、そのくらいは離れてると思うんですね。そうした時にこれね、大事なポイント、ここをちゃんと書いてあげます。ここですね。ここを今私ジグザグ書きましたけど、こんな風に見てこんな風に書いてあげます。わかりますかね。床の布を描くときにどうしてもこのシワにとらわれて、シワの濃い薄いにとらわれて鉛筆を動かしがちなんですが、そういった方向、シワの暗い影に合わせた鉛筆の方向性で描くんではなくて、床のこの距離を出すためにこんな風にジグザグに見て、ジグザグにこんな風に鉛筆のタッチをこんな向きに重ねながら描いてみてください。タッチの向きはこうです。だけど薄いところ、明るいところは鉛筆の筆圧を弱くするか、少し硬い鉛筆で、書いても色が出ない鉛筆でこう書きます。で、こう暗くなってる、こう影で暗くなってるところは鉛筆を柔らかいのに持ち替えるか、もしくは筆圧をちょっと上げるかをして、この向きでタッチを入れるんですけど、濃くなるように書きます。つまりここからここまでジグザグに書きながら、明るくなってきた、明るく書きます。薄く、そして弱く、硬い鉛筆とかで。
そして濃くなってきたら、鉛筆持ち帰るもしくは筆圧上げながら、調子をトーンを落として書いてあげます。タッチの向きはジグザグに書くんだけれども、その時ごとに鉛筆と筆圧を変えていく。そんな風にすると、この10センチから15センチの距離感が、一気に出てきますので、ぜひ試してみてください。配置はいいんですけれども、まだちょっとね、前後関係弱いかなという気がしますので、やってみると、びっくりすると思います。そんなとこでしょうか。解決したいお悩み。一つ一つのモチーフに専念すべきなのに、ある程度書いたらテーブルクロス。このシワとかを書いて、仕上げの心地よさを味わっている自分がいますとおっしゃっているんですけれども、絵を見た感じ、そんなに悪くないと思いますよ。ある程度描いたところで、布のシワをしっかりと描くと。で、それで満足というか、心地よさ、どんどん味わってもらって構わないと思います。結構気にされてるのは、主役に力を入れるべきなんだけど、脇役のような、仕上げるための仕事に早く移行しすぎてるんじゃないかっていうことだと思うんですが、私はそんなに早すぎるとは思いませんので、どんどんその心地よさを味わいながら書き進めてください。で、その後もう一回主役になるような硬さとか重さとか色が濃いとかっていうのが足りないって気づいたのであれば、そこにもう一度戻ってきて仕事を作業をしてあげるというふうに行ったり来たり、絵を描くときって一個だけに集中するんではなくて、常に全体に気を配りながら、同時に見ながら同時に進めるっていうのが原則になります。なので、この布を描いた後でもう一度こっちに戻ってくる。で、布と比較してどうなのか。これに比較して布の仕上がりは書き込みすぎていないかっていう風な検証をその後すればいいと思うので、特に問題はないです。自信を持って進めてください。最後になりますけれども、こういった作品をどう見るのかっていうのが、独学で絵を描かれている方が一番悩んでいるところだと思うんですね。つまり、描く際にどこを見て描いていったらいいのか、何に気をつけて描いていったらいいのかというその見方の指南をしてくれる人が欲しいっていうのが実情なんじゃないでしょうか。で、今私が言ったような手前に対して置くとか、構図を決めるときに三角形を構成した安定した構図みたいなことを言いましたけれども、見方が分かってくると何に気をつけてどっちの方向へ向かっていけばいいのかがはっきりしてきます。自分でどう見ていいのか分からなくなった時っていうのにこういった高評会というか先生の目が必要になってくると思うんですね。独学で書かれている方での一番のお悩みっていうのはそこかなと思っていますので、遠慮せずにこのウニアトリエの100作品高評会まだ募集していますので、ぜひ応募してみてください。私ちょっと気にしているのは、初心者と言いながら、この人もう中級者上級者じゃないのっていう方の作品が、これまでの歴代のね、この100作品高評会で結構応募されてきたので、少しね、気兼ねしてというか、私なんかまだ始めたばっかりで大丈夫かしらっていうふうに、少し恐れを持って見てる方も多いかなという気がするんですが、そんなことはありません。皆さん最初は皆初心者なので、今現在のですね、自分の今現在の力の全てを注入した作品であれば、精一杯で書いた作品であれば、うまい下手とか気にせずに、今現在のあなたの作品のどう見たらいいのか、何に気をつけたらいいのかというあたりをアドバイスしていきますので、遠慮なく応募していただければと思います。よろしいでしょうか。今日の講評は以上になります。さて、いかがだったでしょうか。100作品高評会、まだ作品募集を継続しています。現在93作品目、今日の作品で93作品目になりますので、あと7作品、100まであと7作品募集しておりますので、自分の書いたデッサンでこの YouTube の動画内で公表してほしいという方は、下の概要欄に詳細貼っておきますので、ぜひご応募ください。この動画が役に立ったという方は、チャンネル登録、グッド評価をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。